皆さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるーくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。最近、上野のお祭りに行ってきたんですけど、結構楽しかったです。かき氷とか、肉巻きおにぎりとか食べて、花火とかはなかったんですけど、楽しめました。結構混んでて、海外の方もたくさんいましたね。一つ嬉しかった話があって、私と友達の隣に、海外の多分フランス語喋ってたと思うんですけど、家族が座ってたんですけど、かき氷をね、子供たちがすっごいニコニコで食べてて、嬉しそうにお母さんに何か言ってたんですよ。フランス語私全くわからないので、なんて言ってるかわからなかったんですけど、楽しんでくれてるのかなと思ってすごい嬉しかったです。最近は日本にね、旅行で来てくれる人もたくさんいると思うんですけど、みんなが日本を全力で楽しんで帰ってくれたらなと思います。さて、今回は日本の学校についてお話ししたいと思います。学校の制度とか、校則破った話とか、掃除、給食などについてお話ししていきます。まずは制度的なところから。6歳で小学校に入学して、小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年っていうシステムになってます。中学校卒業までの9年間が法律で決められた義務教育で、すべての子供が中学生までは教育を受けることになってます。中学を卒業した後は、高校に通う人がほとんどです。高校を出たら大学、専門学校、就職など、どんどん道が分かれていきます。専門学校っていうのは、そのままですけど、専門的に何かを勉強する学校で、美容とか、保育とか、料理とか、いろんな学校があります。あとは、公立とか国立とか私立とかで校則とか変わってくるんじゃないかなと思います。ちなみに私は小学校に行って中学、高校、大学を卒業しました。あと、入学する時期はだいたいの学校は4月入学です。私誕生日が4月初めなので、だいたい入学式の次の日とかが誕生日で、まだみんな知らなくて祝ってもらえないっていうのが私の中のあるあるです。次に校則です。日本の学校の校則は厳しいと思います。よくあるのは髪型のルールです。髪は染めたりパーマをかけたりしたらダメ。お化粧禁止。アクセサリー禁止。授業中の飲食禁止とかはよくある校則かなと思います。軍隊にでもしようとしてるのかなって感じですよね。みんな同じが安心っていう日本の価値観がちょっと関係しているのかもしれません。私の学校はその他にも、携帯は持ってきてもいいけど、学校に来たら預けるとか、アルバイト禁止、寄り道禁止とか、いろんな校則がありました。私、一回校則破ってとんでもないことになったことがあって、
みんな先生にバレないように校則破ったりしてたんですよ。ナチュラルメイクしたり、寄り道したり。で、私も友達と学校の帰りに寄り道してプリクラを撮ったことがあったんです。プリクラっていうのはゲームセンターとかにある自分の写真を撮ってシールにするやつです。で、そのシールになったものを友達が手帳に挟んでて、手帳を学校で落としちゃったんですね。で、先生に見つかって、制服着てたから学校帰りだろってバレちゃって、反省文書かされました。それだけじゃなくて、私の親まで呼ばれて、担任の先生と副校長先生と母と私の4人で面談、親の前で怒られるっていう最悪でした。あとは、お菓子を持ってきてはいけないっていう校則もありました。だから、バレンタインとかも持ってきたらダメなんですよ。でもみんな先生にバレないように持ってきてました。日本では、11月11日はポッキーの日って言われてるんですけど、その日にみんなポッキーを学校に持ってきて、ポッキーパーティーしてたんですね。そしたら、ある子が持ってたポッキーが先生にバレちゃって、先生が、ポッキーを食べた人、持ってきた人は職員室に来なさいって言ったんですね。でもみんな配り合ってたわけですから、クラスの中のほぼ全員がポッキー食べてたんですよ。食べてない人は2、3人しかいなかったんです。で、みんな30人ぐらいで職員室行ったら、さすがに先生も、そんな大人数への罰を考えるのが大変だったみたいで、何も処罰なく終わりました。30人分の反省文なんて先生も読むのめんどくさいですもんね。次に、制服ですね。日本の中学校、高校の多くは制服があります。女子はスカート、男子はズボンです。最近では女の子もズボンが選べたりするところもあるみたいですけどね。私の中学高校も制服あったんですけど、スカートを短く折ったりするのはもちろん禁止。靴下は白。あと、タイツ禁止。学校で決めたコートしか着てはいけないっていうルールがあったので、冬は凍えながら登校していました。小学校は私立、個人とか民間が運営してる学校以外は制服ないところがほとんどです。でも小学校ではランドセルっていう通学カバンを持つ習慣があります。ランドセルは革でできていてとっても丈夫なので同じものを6年間使います。別に絶対ランドセルじゃないとダメって決まってるわけではないんですけど、日本人は大体ランドセルですね。で、たまに海外から来た転校生とか、普通のリュックとか背負ってて、みんな羨ましがるみたいな。ランドセルってめっちゃ重いんですよ。それ自体が。しかも、その日に使った教科書とか、全部持って帰らないといけなかったので、めっちゃ重かったです。今は置いていってもいい学校もあるみたいなんですけど、新学期とかはその年に使うほぼ全部の教科書を配られて持って帰らないといけないので地獄でしたね。あと、給食は結構美味しいです。ただ毎回メニューは決まっているので嫌いなものが出てきても食べないといけないっていうのは
ありますけど。これは先生によりますけど、厳しい先生だと全部食べるまで許してくれなかったりとかしましたね。みんなが食べ終わって遊んでる中、泣きながら食べてる男の子とかいました。今だったらそんなことしたらダメそうですよね。あと交代で給食当番っていうのをします。給食当番は給食の準備、盛り付け、片付けとかをします。みんなのお皿にご飯を配っていくんですけど、そこで闇取引みたいなのが行われることがあって、ちょっと私のカレー多めに入れて、私が当番の時、そっちのも多めに入れるから、みたいな。懐かしいです。あとは掃除も自分たちでします。放課後とか昼休みに掃除の時間があって、生徒たちが教室とか廊下とかトイレとかを掃除するんですよ。これは結構いい制度だと思いますね。チームワークとか、自分で汚したら自分で綺麗にするとか、そういうことを学べるので、なんか日本の学校の悪いことばっかり話してますけど、ちゃんと楽しいこともあります。イベントもいろいろあって、例えば体育祭とか、幼稚園とか小学校では運動会って言いますね。生徒がチームに分かれて、いろいろな競技で争う大会です。あとは文化祭。日本のアニメとかでよく出てくるかなと思うんですけど、各クラスとか部活とかでいろんなアクティビティを披露するイベントです。音楽ライブとかダンスパフォーマンス、演劇などの舞台をやったり、食べ物のお店が出されたりします。焼きそばとかクレープとか、オープンキャンパス的な役割もあって、その学校に興味がある、または入学したい人は文化祭に来て、学校内とか展示物を見ることもできます。うちの中高の文化祭は誰でも入れるというわけではなくて、受験生とその家族以外、知り合いしか来られなかったんですよ。女の子しかいない女子校だったんですけど、普段先生ぐらいしか男の人がいないので、文化祭で誰かのお兄ちゃんとかが来たりすると、ざわざわしてました。今回は日本の学校についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？結構ルールが多くて、窮屈な感じもありますが、学生時代は総じて楽しかったです。日本の学校について他にこんなことが知りたいとかあったらコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。